秋を感じる。めっちゃ綺麗。大聖堂です。すごい綺麗。これがウジュピスの天使らしいです。綺麗。メトロがトラブルで動かなくなっちゃいました。というので急遽トラムに切り替えてます。早めに出てたからね、間に合う、多分。ここら辺ビル群じゃない？文化科学宮殿が見えます。無事に30分前に着きました。何があるか分かんないから、やっぱ早めに出るのは大事だね。アンコントローラブルだもんね。すんごいでっかいショッピングモール。これ来た来た。時差が1時間あることを忘れてて、まだ4時なんだよね。空は明るいんだよね。うわー、なんかもう秋を感じる。寒い。あれ、夏を追っかけていく話はどこへやら。すごい鳴き声。これカラスじゃない？ビジネスのカラス。11時まで時間潰さないと。なんだろうこれ、謎の。でもこれさ、映像っぽいよね。どこが映ってんだろうね。ぽい？違う？ほら、来るやつはさ、こうやってなってこう 1G っていう。あ、しかもここ止まんないね。本当だ。アクティベート。確かにちょっと北欧感があるかも。これまでのヨーロッパとはちょっと違う。違う？なんか都会だよね。すごいビルが多い。そういうことじゃなくて。そういうことじゃなくて、クリーンな感じが。ああ、清潔感。確かに。これまでのヨーロッパとは違って、都会感、確かに。先進感。そうね。なんだろうね。何かが違う。ちょっとこれまでのヨーロッパとはまた違う。違う雰囲気が。広い意味の講義の北欧には入ってるからね、バルト三国は。結構ここリトアニアはコロナ前は日本人の観光客もいたらしくて、っていうのも杉原千畝がね。千畝っちゃってるからね。あ、どうぞ。がリトアニアの大使館で勤めてて、でそのナチスドイツからユダヤ人が逃れるためにビザを発行したっていう、有名なストーリーをここリトアニアでね。そのクラクフにアウシュビッツがあったけど、ポーランドにユダヤ人の人が住んでて、でドイツとソ連の間なんだよね、ここら辺は。すごいドイツに攻められ、ロシアに占領されみたいな歴史を持ってる国々で、ドイツがソ連に向けてこう侵攻し始めたタイミングで、ポーランドの人たちが難を逃れるために北側にある、一応国境を接してるからリトアニアにこう逃げてきたんだよね。それを杉原千畝がこうビザを発行したんだよね。あれ IT が強いのはそれとは関係ないのかな。バルト三国は結構 IT とか ICT とか先進国、特にエストニアはスカイプのね、国でもそれ知らなかった。そこに習ってリトアニアとかも ICT の導入みたいな行政のところとかに、住民票の管理とかが多分全部デジタル化されてるんで、全部オンラインとかアプリとかでできるようになってたりとかっていう感じらしいですね。あとはなんかどこまで本当か分かんないけど、ロシアからの脅威みたいなのはずっとこのバルト三国は感じてるみたいで、ウクライナもその自分ごとだから常にそういう対策は取ってるらしくて、エストニアは住民票とかのデータを海外に設置してあるサーバーで管理してるらしくて、仮にロシアにこう攻められてこられたとしても、住民の
データとかは漏洩しないっていうぐらいの対策を取ってるっていう、備えてるらしいよ。そんな備え方があるんだ。そうあれが今から行こうとしてる。まあでもこの高さだったら行けんじゃない？何なの？ゲディミナス城っていうそのリトアニア大公国時代14世紀ぐらいに建てられたお城が、東欧がもうちょっとで終わっちゃうね。ずっまだと終わんないよ。だってまだ9月も回るじゃん。確かにプラハとかもねそうだよ。行けそうだったから、またハンガリーも行くし。でも一旦カンじゃん。一旦カン結構それ楽しみだったもんね。そうね。出発する前は東欧とか全然さ、何が何だかイメージが結果いろいろ回れたし、この後もまた南下していくときにね、ねいろいろまたヨーロッパを見れそうだから、なんだかんだ結構ヨーロッパをね、ヨーロッパめっちゃ攻めてるね。国数をいっぱい行けた。でもさ、まあ、今すごいドタバタしてる感じあるけどさ、これまではそうでもなかったよね。まあでもなんかやっぱもっとさ、首都だけじゃなくてさねえ、そうそうね。いうところにもっと魅力、その国の魅力がある気がするそから、りゃそうね。本当はだからやっぱもっとゆっくり回ったりしてもいいのかもしれない。そうだね。ざっとこう、一周してこの国好きだなっていうところを次のタイミングで深掘るとかもありかもね。確かに。どこが好きだったと、これは圧倒的ハンガリーだな。そうね、ハンガリーは良かったね。ハンガリーとかブルガリアがすごい良かったって思うのは多分人なんだろうな。そうなんだよ。ね、でも街がやっぱハンガリーは街が綺麗だったな。そうね。それ加えてハンガリーはやっぱ温泉があったっていうのがあ、そう、温泉最高だった。あったね。リトアニアの人の平均身長は170、男性女性合わせて。男性女性合わせて、男性はにだった179ぐらいだった気がする。平均が女性は160。 4じゃなかっちなみに日本人の女性の平均身長は158センチ。た。あのちゃん私158センチ。おお、高い人いっぱいいるよね、めっちゃ。やばい。みんなバスケットボール選手に見える。あ、そう、バスケがすごい有名らしい。もうなんかそりゃ強いわ。バスケットボールが第二の宗教って言われるくらい、もうみんなバスケが大好きなんだ。お、なんかほら見てください。あの人も180センチぐらいあるんじゃないでしょうか。みんな身長高いって。わ、いいです。誰だろうこれ。14世紀の多分王様だな、これを建てた。すぐ登れそう。これ小高い丘にそういう要塞を建てて防御線を上げたんだって。入り口は外側にありました。ただで行けんのかな。うわ結構険しくない？ここはビジネスだけが栄えてそう他は森ですみたいな。首都なのにだって自然がすごい豊かじゃない？そうね。うん、山が見渡せる。お、なんかクレーン車が見えますが、うわ、綺麗。うわー、めっちゃ綺麗。自然が、川が流れてる。ほんとなんかキャンプ場に来ましたみたいな感じ。あの機関車とかもやっぱ余裕があるね。走らせちゃうかっつってここにああいう売店あるじゃん。キオスク。ああいうところって大体汚いじゃん。うんうん。この売店は超絶綺麗。あ、ほんと。私商品すごい綺麗なところってるし。やっぱ余裕があるんじゃない？これ教会だと思うよ。大聖堂。あ、見て。ウクライナの方が。人が少ないわ。ヨーロッパのラオスか。ポーランドとかめっちゃ人いっぱいいた。人いっぱいいた。基本どこも人いっぱいいた。ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、ポーランド。こちらがビルニュス大聖堂です。眩しい。投げ？
Thank you。2人で行くんですか？うん。ちゃんと宣伝しとかないと。うまいです。わ、いいじゃん。いい通りじゃん。ちょっと賑やかになったね。お、日本の村上春樹。なんで？これもでも結構有名な教会っぽい。聖アンナ教会っていう。この手前側の赤いやつと奥側の赤いやつ違う教会なの。わあ、ほら見て、なんかやっぱ遊び心がある気がする。遊ぶ余裕があるんだ、この人たちは。すごい綺麗。誰も安定せずに座ってます。どうです？座りやすい？この聖アンナ教会は15世紀のそのリトアニア大公国時代にこれも建てられたやつだって。やっぱりそこがリトアニアの全盛期なのかもね。で、その通説によるとナポレオンがこう遠征しに来た時に持って帰りたいって言ったほど美しい教会らしい。すごい綺麗。でもあっちの奥の教会は聖サンフランシスコ教会っていう別の教会らしいです。お化け屋敷の入り口みたいな。すいません。教会入るとやっぱさ、結婚式じゃん、まさにね。馴染みがあるっていうのが不思議。確かにこういう教会は全部葬式も結婚式もやるんだよね。こっちの方がちょっと開けてるね。さっきのところはすごい。あ、本当だね。全然雰囲気が違う。こっちの教会も中は全然違ったけど作られた時期は一緒ぐらい、1500年ぐらいだった。なんでこんなテイストがねえ、モダンだったね。両方ともこの建築様式もゴシック建築っていうので一緒で、レンガ造りなのも一緒で、右が立った後に左が立ったんだって。だからなんか右側がちょっと奥まっちゃってる。こちらの橋を渡るとウジュビス共和国というエリアに入ります。こちらのエリアは勝手に独立を宣言した未承認の国家です。旗とかもちゃんとあるんですよ。旗もあるんだっけ？手のやつ？わ、藻が藻かこれは。でもすごい透き通ってるね。まあでもなんかその何かに反発して独立っていう感じではなくて、アートとしてって感じなんだよね。ユーモア。ユーモア。治安の悪い場所だったらしい。もともと都市部から切り離されて、どんどん治安が悪化してきちゃって、でも最近はそういう観光目的とかできる人もいるから、さらにカフェとかできるようになったり、あとは移住する人とかも増えて、だいぶ治安も良くなってきた。これがウジュビスの天使らしいです。芸術家とかそういう人が多く住んでるんでしょ。この手のマークがトレードマークらしいけど、どういう意味があるんだろう。さあ、日本語を探せ。お、近い。あ、コリア。あ、憲法。なんか可愛い感じだけよりも確かに。世界遺産の旧市街、同じ匂いがするね。クラクフの旧市街とか、ワルシャワの旧市街と。人が少ないね。あ、すごい。ウクライナの本当一気にこのウクライナの、これまでの国はさ、物理的な距離が近いからもうちょっと日本の捉え方と違うのかなって思ったけどさ、人事感あったけどさ、ここになっていきなりすごい強く感じる。逆にさ、そっち側の人がいないのかな。
どうなんだろう。でもロシアも移住してきてる人もいるだろうから。旧市街の入り口の夜明けの門です。水色が綺麗。Hello. Hello.